ゆっくりレ夢ムです。ゆっくり稲葉ですわ。あれ、今日もマリサはいないの？ちょっと今回の動画の素材を準備してくるから遅れると言ってましたわ。そうなのね。稲葉ちゃんは好きな漫画とかあるの？いいえ、漫画は読みませんわ。じゃあ好きな芸能人はいる？エスパエスパが好きですわ。ああ、韓国の女性アイドルグループね。私も大好きよ。そうね、これからもエスパを応援し続けるわ。なんとか心は開いてくれたようね。おーい。来た。ごめん。ちょっと準備に時間がかかっちゃって。じゃあ今回はカバディの基本であるチェーンについて解説していくぜ。よろしくお願いしますわ。まず前回はアンティの各ポジションについて説明したんだけど、今回はカバディのアンティでなぜ手を繋ぐのかについて解説するぜ。わかったわ。まずアンティ同士が手を繋ぐことをカバディではチェーンと呼ぶんだけど、日本ではコーナーやカバーが仲間のアンティの手首を掴むことがほとんどなんだぜ。あれ、前回は手を繋ぐことはないって言ってなかったっけ？ウプ主も前回の動画までそう思っていたんだが、インドのカバディ動画を見てみると、選手同士が手を繋ぐパターンもあったんだぜ。なるほどね。国によっても色々変わってくるのね。ただチェーンの目的自体は同じだから、今回はそこには触れないでおくぜ。それと注意点なんだが、今回の動画もなぜチェーンを作るのかということそのものについて解説した資料が少なかったから、ウプ主個人の考えが多く反映されていることに注意してくれだぜ。間違っていると思ったらコメントで教えてね。でも傷つく言葉はやめてね。じゃあ早速解説を始めるぜ。まずチェーンを組む目的なんだが大きく2つに分かれるぜ。2つ？まずは以前の動画でアンティの考え方が2種類あることは伝えたよな。相手レーダーから逃げることと、相手レーダーを捕まえることね。その通りなんだぜ。そして先に結論を伝えると、チェーンを組む目的も同じなんだぜ。そうなの？そこで前回の動画の画像を見てほしいんだが、攻撃的ポジションの選手が相手を捕まえようとするのに対して、守備的ポジションの選手がそれをサポートすると言ったよな。そんなこと言ってましたね。そのサポートというのがチェーンを組む目的なんだ。というとアンティが逃げたり捕まえたりするのをサポートするってこと？そういうことだ。でも逃げたりするのって一人でもできるんじゃないの？そう言うと思っていたぜ。そこで前回の画像を見てほしいんだが、例えば相手レーダーが左側を攻めてきたら、右コーナーが仕掛けに行く場合が多いと話したよな。話してましたわ。ただ当然相手レーダーも色々考えているから、左に行くと見せかけて、右側に方向転換するレードのパターンがよくあるんだ。なるほどね。もしもそれに釣られてしまうと、アンティは簡単にストラグルされてしまうんだ。そこでサポートの出番なのね。レイムの言う通りだぜ。もしも相手が方向転換をしても、サポートすることで相手レーダーから逃げやすくなるし、コーナーやカバーもその信頼感があるから相手へのタックルに集中しやすくなるんだぜ。でもサポートって具体的には何を指すのですか？いい質問だぜ。この相手レーダーから逃げる場合のサポートというのは、仲間の手を引いてあげることなんだぜ。手を引く？例えばさっきの例で言うと、もしもセカンドとチェーンを組んだ状態であれば、相手レーダーからストラグルされる可能性が低くなるんだぜ。ただイラストだとやっぱりわかりづらいから、後で動画を見せるから安心してくれ。それなら安心ですわ。でも逃げるのにサポートが必要なのはわかったけど、相手を捕まえるのにもチェーンを組む必要があるの？そうだな。相手を捕まえるときは常にチェーンを組む必要はないんだぜ。まず常にチェーンを組んでいるのはさっきも言った通り、相手レーダーから逃げられるようにするためなんだぜ。だから一人で相手を捕まえられるときには、コーナー、カバーが自分から組んでいる手を離して相手に仕掛けに行くんだぜ。それじゃあ相手を捕まえるときには、チェーンは意味がないってことですか？ところがそんなことはないんだぜ。ブロッキングね。その通りなんだぜ。これも何度も見せている動画なんだが、正確にはこれはチェーンを組んだ状態で行うブロッキングだから、チェーンブロックと呼ばれる技術なんだぜ。このように仲間と連携して相手を捕まえることが、チェーンを組む主な目的なんだぜ。主な目的ってことはそれ以外の目的もあるってこと？さすがレイム、鋭いな。だがここから先は冒頭でも話したウプ主個人の考えだから、スキップしたい人はしてくれだぜ。
まずよくカバディを例える言葉として、鬼ごっことドッジボールが組み合わさったような競技の他に、ボールを持たないラグビーというのもあるんだぜ。それはどうしてなの？まずカバディもラグビーも選手同士の接触が激しいスポーツであることが、そう例えられる要因だと思うんだが、カバディとラグビーでは決定的な違いがあるんだぜ。つけている防具とか？そういうことではなくてもっと根本的なことだぜ。その通りなんだぜ。ラグビーのコートは厳密に寸法が決まっているわけではなくて、縦横何メートル以上、何メートル以下という決まりなんだが、最大サイズは縦はゴールラインまで100メートル、横は70メートルなんだぜ。それに対してカバディは男子の場合、ロビーゾーンを含めても縦13メートル、横10メートルなんだぜ。約54倍もコートの大きさが違うのね。でもそれがカバディのチェーンとどう繋がるの？守備の考え方の違いだぜ。どういうこと？例えばレイムがラグビー選手だったとして、このような1対1の場面で相手選手を止められると思うか？まあ、無理でしょうね。それはなんでだ？コートが広すぎて一人じゃ相手に逃げられてしまうからよ。じゃあもしもレイムだったらどうする？まずは相手の動きを1秒でも止めることに尽力するわ。それはどうしてだ？まずゴールラインまでまだ50メートル近くあるし、相手の動きを少しでも遅らせられれば、その間に仲間がフォローに来てくれるからよ。さすがレイム、その通りだぜ。もちろんラグビーでも一人で相手を倒せれば理想なんだが、もしも相手を倒せなくても、相手にしがみつくなどして、相手の進行をとにかく遅らせるのがラグビーの定石なんだ。ただこの相手の進行を遅らせるという考え方、カバディにも通じると思うか？通じないでしょうね。それはなんでだ？カバディではラグビーとコートの広さが違うから、一歩二歩でも踏み込めばコートに変えられてしまうからよ。そう、カバディでは指先一つでもコートに届けば得点になるから、相手を完全に止める必要があるんだ。でもその完全に相手を止めることと、チェーンに何の関係があるんですか？いい質問だぜ。そもそも完全に相手を止めるためには何が必要だと思う？正しいタックルかしら？その通りなんだぜ。正しいタックルとは何ですの？これはタックルの種類によって変わるから、一概には言えないんだが、一般的には低いタックルで相手の足を止めるのが正しいと言われているぜ。その他に、自分の体のどこを相手にぶつけるかが重要なんだぜ。自分の体の箇所？例えばこのイラストを見てほしいんだが、稲葉だったら前腕だけで相手を止められると思うか？絶対無理ですわ。そう、自分の力を相手に伝えるためには、相手と自分の接地面積が大きい方がいいんだが、そのためには胴体、上腕を相手にぶつけることが大切なんだ。前腕は相手の足に絡ませるように使うのね。その通りだぜ。そしてチェーンを組むと、この相手への接地面積が増えるんだ。なるほどね。つまりチェーンを組むことで前腕にも力が伝わるし、必然的に相手を複数で捕まえる形になるのね。さすがレイムだぜ。それ以外にもチェーンを組むことでフォローに素早くいけるというメリットもあるぜ。それじゃあ実際の試合動画を見てみよう。今回もカバディアダさんの動画を使用させてもらうぜ。カバディアダさん、ありがとうございます。これはインドの女子の大会の映像なんだが、この場合、青丸の選手がサポート役で、赤丸の選手が相手に仕掛けに行く役割なんだぜ。この時相手レーダーが右側に攻めてきたので、セカンド、センターが手を引いて逃げるのをサポートしてるぜ。次はコーナーが相手を捕まえるパターンだぜ。両コーナーが捕まえられると判断して、セカンドの手を離して捕まえに行くぜ。そして今度は奥側のセカンドに注目してほしいんだが、もちろんサポート役といってもセカンドがタックルに行くことがあるぜ。最後にコーナーとセカンドの連携プレーを見せるぜ。これはチェーンで捕まえているわけではないんだが、コーナーの飛び出しにセカンドがすぐに反応して、二人がかりで相手を捕まえたぜ。どうだ、レイム、稲葉。これで少しはチェーンがわかったか？とりあえずチェーンがカバディの基本だと言われる理由がわかったわ。もちろんチェーンの大切さはカバディを経験すればさらにわかるんだが、今回はこのぐらいの解説で勘弁してくれだぜ。というわけでまとめに入るぜ。まずアンチーの選手同士が手を組む、または手を繋ぐことをチェーンと呼ぶぜ。そしてチェーンの目的は味方選手のサポートだぜ。味方選手の手を引くことで右側を手助けしますわ。それとブロッキングでもチェーンは有効ね。そしてカバディではコートが狭いから、相手を一歩も進めない状態にする必要があるんだ。そのためにチェーンを組むことで、力を入れやすく、複数の状況を作りやすいチェーンが有効なんだぜ。なるほど、勉強になりました。そう言ってくれて嬉しいぜ。それとお知らせなんだが、今回の動画でカバディの基本的な部分は伝え終わったから、次回の動画からちょっと動画の内容が変わるかもしれないんだぜ。まあ、
包み隠さずに言うとネタ切れってことね。正直に言うとその通りなんだぜ。何度も言っている通りウプ主はカバディ初心者だから、上級テクニックを解説できるレベルではないんだぜ。それでも質問などがあればコメントで教えてほしいんだぜ。でも優しい言葉で質問してね。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。